じゃあお二人の意気込みを聞かせてもらえますか。限界だった。はい、お疲れ様でした。練習の初日はというわけで、今日はこれから千葉の方に行くんですけど、なんで千葉に行くかっていうと、明日ハイロックスのレースに初めて出るからです。ハイロックスって何かっていうと、1キロ走ってワークアウトして、1キロ走ってワークアウトしてみたいな、それをノンストップで8回繰り返す世界一過酷って言われてるレースです。それに友達10人でそれぞれダブルスで、女子は女子で2人、男子は男子で2人でペアを組んで出てみようっていうのになって、本当みんな初心者なんですけど、勢いで3ヶ月前ぐらいに出ようってなってエントリーしました。で、もともと私は本当に運動習慣が社会人になってから本当になくて、6ヶ月前までは、定期的にボクササイズ行くかなっていうぐらいで、本当にランニングとか筋トレとかもしてませんでした。で、半年前からパーソナルのジムに通ってちょっとずつ運動習慣がついて、それなので大丈夫かなと思ってエントリーしたのもあるんですけど、3ヶ月前からそのハイロックス用のトレーニングとかもちょっとずつ週1とか2週間に1回とか、それぐらいのペースでトレーニングをして今に至るっていう感じです。自分なりに定期的に運動して体力つけてこの日を迎えたので、明日はがむしゃらに頑張りたいなと思ってます。ハイロックス明日で完走できたらいいなとは思ってるんですけど、一応1時間半から1時間40分を目指して、それはね多分いけるかなっていうぐらいの目安。早い人だと1時間とか1時間切るっていうこともあるらしいんですけど、私たちは1時間半1時間40分ぐらい目指して頑張ろうかなと思ってます。結果はこの後見てほしいんですけど、一番不安なのはボールっていう4キロのボールをスクワットしながら上げるみたいなやつで、それを100回2人合わせて100回やるんですけど、それが結構きつくて、で一番ラストなので体力が残ってるのかなっていうのが心配なのと、結構未知の世界、まだ通してやったことないので結構未知の世界なんですけど、1万人とか出るらしくて、会場の熱気もすごいみたいなので、その雰囲気に飲まれながら楽しみつつやりたいなと思ってます。本当ね、6ヶ月前には想像しえなかったことが今起きてるので、私がちょっと必死になってる姿も楽しんでいただきながら見てもらえればなと思います。それではこれからネイルが伸びてしまっているので、ネイルに行って千葉に向かいます。
車で幕張の方に向かってます。に向かってます。ドキドキしてきたね。まだしないよ。ドキドキしてない？しない。これめっちゃ混んでるからさ、全員ハイロックス行くんじゃない？絶対違うね。ディズニーの人とかいるかもしれない。19時だし。うまかったのね。柔らかくて美味しいよね。ハイロックス前夜のラストご飯です。やっていいよ。Let me tell you this, let me tell you right now, your exquisite kiss is still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you what is up with your smile? It's impossible, not melting. Even sky's the limit. I used to be satisfied, stayed over the surface. じゃあお二人の意気込みを聞かせてもらえますか？はい。感想ね。笑顔で頑張る。走り切りましょう。頑張ろう。真剣すぎる。直前でそわそわしてる人です。これがそわそわドキドキ。全然落ち着きがない。大丈夫かなみたいな。頑張ってね。頑張る。緊張したくないよ。頑張って。大丈夫です。はい、頑張って。よし。
still ahead of you. And it feels like another blurred out party, another wasted youth. You wake up staring at the ceiling, and I swear it kinda feels like the same worn out t-shirt, and every sucker from school wants your name I ever see, yeah. And I swear it kinda feels like deja vu. Yeah, it feels like deja vu, yeah. Did I just get a feeling? I think I might be dreaming. Can anybody see this? Can't be. It's like the hot girl's always talking about the guy that she dates, but he's just going on about the things that he hates. Every morning, every night, every hour, all the time, I just get a bit weirded out, 'cause everything's just old news, and yesterday's still ahead of you. And it feels like another burned out party, another wasted youth. You wake up staring at the ceiling, and I swear it kinda feels like the same worn out t-shirt, every sucker from school. What's your name I ever seen, yeah. And I swear it kinda feels like deja vu. Yeah, it feels like deja vu, yeah. 'Another blurred out party, another wasted youth, same worn out t-shirt, and every sucker from school. Another blurred out party, another wasted youth, same worn out t-shirt. And it feels like another AI love song, telling me what I should do. There's people kissing in the bathroom. Hey, I'm just gonna write it all back. Sending texts high over. I've seen that movie before. Could you hit me somewhere?はい、お疲れ様でした。どうだった？毎回なっちゃんのペアみたいな。髪型もね。いやもう本当にね完走できてまずは良かった。良かった。お疲れ様。爽快感、達成感。いや、二人ともすごかったよ。頑張ったよね。本当にがむしゃらに頑張った。ボールの最後の最後で100回やらなきゃいけないんだけど、50回ぐらいであと50回もあるのかと思っててすごい。ゴール目の前にしてみんなゴールしてくから泣きそうになっちゃったけど、コツ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 頑張ってよかったです、無事完走できて。本当によかった。楽しかったです。楽しかった。待ってみれば。でもね、1時間40分50秒だったから切れなかったね、ギリギリ。悔しすぎる。また次回でしょうか。いやー、次回出たくなっちゃうな。早い。 じゃあまたね、BBNG 戦またね、バイバイ。久しぶりに白熊食べる。最高。You
昨日ハイロックス行って無事完走してきました。本当に嬉しい走る前も思ってたんだけど、この手帳にこう2026年こうなったらいいなとかやりたいことっていうのを書いてて、どこ行くもそうだし、なんか陶芸教室行くとかなんかいろいろ書いてるんですけど、ハイロックスに出るっていうのは書いてない。結婚式のためにこうボディメイクするっていうことぐらいしか書いてなかったので、なんかまさかね、この8月にもう縁もゆかりもないものだと思ってたものに出て完走できたっていうのは、なんかこう自分の中でもなんか面白いなというか、なんか意外と勢いでやってみるものだなというふうに思いました今回で。結果としては1時間40分55秒ということで、600何人中の500何十ないみたいな、なんか順位としてはそんなにこうすごいことではない順位だったんですけど、それでも練習の初日は完走も見えないぐらいワークアウトがもう難しすぎて結構挫折しそうだったので、その中でこのタイムでゴールできたのは私なりに頑張れた成果かなと自分でも満足しています。そうとはいえこう見えて結構負けず嫌いな性格なので、実際はせめて1時間40分を切れたらいいなというふうに目標では思ってたので、それよりは遅くなってしまったっていうのがちょっと後悔というか、次出るかは分からないんだけど、やるならもっとタイムを狙って頑張りたいなと思ってたりします。でもね、みんなと大変な練習をしたっていうのが結構楽しかったんだなっていう風になんか終えてみると、なんか達成感もありつつ、なんかちょっと寂しさも残るみたいな不思議な感情、気持ちなので、大会出る出ないにかかわらずトレーニングは自由に参加できるしやればいいので、一旦区切りとしては昨日の大会でゴールしたんですけど、ここからまた自分の思うようにやってみようかなと思います。でこのハイロックスって世界一過酷なレースと言われつつ制限時間がないとか、本当に1万人とか参加してて4日間にわたっててずっとレースをやってるので、初めてやります、あんまりこう運動してませんっていう人も参加しやすいような感じになってる気がするんですよね。でなっちゃんとかは本当に今まで学生時代も運動経験がなくて、で私の一声で出てみないって言ってなんかこう出るってなって、そこから練習をもうやってて、で無事完走してて、本当になんか人生変わったっていう話をすごいしてたんですけど、大会までの努力次第で完走できるのがハイロックスの良さなのかなと思うし、最初から終わりまで結構綺麗に応援できるし、なんか人たくさんなのかなと思ったけど結構時間がこうちゃんとずれてるので目の前で応援できるっていうのもすごくいいなと思いました。レースに出るのってすごく緊張するので、やっぱり友達とか家族が目の前で応援してくれると本当に辛いことをやってて泣きそうになっちゃうんですけど、でも本当頑張れって言ってもらえるだけですごく力を出せるので、それもハイロックスの良さかなと思いました。というわけでいつもはこういう運動のこととか全然発信してないんですけど、意外とやってみたら楽しかったので、ちょっと興味がある人は勇気を持ってなんか大会にエントリーしてみるのおすすめです、でちょっと今日はその余韻も冷めやらぬっていう感じなんですけど、ちょっと呼ばれてるイベントがあるのでこれから急いで行ってきます。5時44分で閉店が7時なので結構急いで行かないといけないので、この後行ってきます。
white rocky eyes.